こんにちは。本日はですね、糖代謝における筋肉合成と題しまして、2009年の論文、栄養と筋肉タンパク質合成記述的レビューを元にして話を進めていきたいと思います。まずですね、図を見ていただきたいんですが、下に位置する大文字、プロテインシンセシスは、タンパク質合成、つまり筋肉合成ですね。真ん中に位置する M 糖とは、ここでは筋肉合成のスイッチと訳しておきます。M 糖に関しましては、また別の動画で説明したいと思います。この M 糖のスイッチを入れるには、右上に位置するロイシンですね、必須アミノ酸です。このロイシンが筋肉合成の主成分であります。必須アミノ酸は9種類ありますが、ロイシンが M 糖のスイッチに一番手が届くものでして、例えばですね、サプリでウェイプロテインにはロイシンが含まれていますし、BCAAS ですか、ブランチドチェーンアミノアシズ、分岐差アミノ酸、これにはですね、3種類の筋肉合成のアミノ酸が含まれております。ロイシン、イソロイシン、バリンですが、ロイシンを筆頭にですね、その比率が2対1対1、4対1対1、8対1対1ともどんどん上がっていくんですが、常にロイシンに比重を置いて販売されています。このアミノ酸ウェイプロテインに関してはまた別の動画で紹介したいと思います。そこでこのロイシンが体内に注入されますと、インスリンを分泌させるわけです。そしてこの図にある通り、インスリンが細胞にロイシンを入れるわけですね。インスリンは間接的に M 糖のスイッチを刺激するわけです。そこでですね、インスリンが多ければ、ロイシンの細胞への注入を助けるので、糖質を取れということで、増量期にはタンパク質プラス糖質ということが一般に常識となってきたわけですね。しかしながらですね、2011年の研究では、9人の男子をウェイプロテインだけとウェイプロテインプラス糖質、ここではマルトデキストリンですね、糖質は GI 値100以上の甘味料です。この2組に分けて筋トレ後の筋肉タンパク質合成の促進と筋肉タンパク質分解の抑制を調査したところ、違いはなかったとの結果が報告されています。また別の資料ですけども、2013年の研究では必須アミノ酸だけのグループと必須アミノ酸プラス糖質、ここではスクロースが糖質ですね。そして必須アミノ酸プラスアラニン、これはアラニンとは必須アミノ酸です。単なるアミノ酸です。の3組ですね。3グループで筋肉合成と分解抑制の調査をした結果、違いは見られず、追加エネルギーは必要ないと結論付けています。要は、ロイシンの量に応じて分泌されるインスリンの量で十分だということであります。次にですね、図の左上にありますローエネジーチャージですが、これはエネルギー低下のことでして、要はボリュームや強度のある運動、この論文ではですね、筋トレを挙げてますが、推進もしていますが、筋トレ後にエネルギーが低下した状態ですね。これが M 糖のスイッチを刺激するのではなく、インヒビットとあるように抑制するようです。この低エネルギー状態は、カタボリズム、分解異化代謝と言われますが、要は体内のものを減らす作用ですね。そしてこのカタボリズムには身に影が沿うようにして常にアナボリズムが続くわけですが、このアナボリズムというのは合成同化、つまり体外から注入したものを合成して増やしていくというようなものでしょうか。ここではロイシンが存在すれば筋トレ後にすぐにM 糖のスイッチが入って筋肉タンパク質合成が起こるということであります。またロイシンをですね、余分に摂取したからといって、筋肉が太くなるわけではありません。筋肉を太くするにはやっぱり筋トレですね。これが一番。筋トレをしてカタボリックにしなければロイシンのアナボリック的な効果は発揮されないということであります。筋トレや強度な運動をする人は、余分にロイシンを摂取するようにして、筋トレや運動をしないという方は、ロイシンの過剰摂取は控えた方が、無難かなと思います。
そしてこの論文の最後の方にはですね、1日のタンパク質摂取量と筋肉合成について触れていますが、最大のタンパク質合成速度を引き出すのであれば、1日あたり、ここでは体重80キロの人ですね、300グラムを超える量は絶対に不要であろうと、他の論文を引用して断言しています。80キロの人が300グラムというのは、体重キログラムに対して 3.7 グラムですか。かなりの、高タンパク質ですね。そこまで取る必要はないという、結論ですね。タンパク質摂取量に関してはですね、別の動画、肉食をして分かったことで触れましたが、また改めてですね、別な資料を引っ張り出して、紹介したいと思います。以上です。ありがとうございました。